はい、ブラック企業に勤務されている全国8000万人の働き者で真面目な日本人労働者の皆さん、こんにちは、友太郎でございます。私は日本で10年間、日本で働き、日本のブラック企業の体質、日本の理不尽な労働環境の中で、隅田川よりも深く傷つけられまして、30代で英語を一から勉強して海外脱出を決意いたしました。今現在では移住は成功しておりまして、シンガポールで10年間生活しております。本日は海外で働き始めて海外の労働文化に素でびっくりしたことをいくつかご紹介したいと思います。これをきっかけにして海外の脱出を決意する日本の若者が一人でも多く出てくればと思っております。では早速いきましょう。まず外資系で働いてびっくりしたことを1点目、非常にベタなんですけれども、有給が取れる。今の日本がどうなのか私には全く情報がないんですけれども、少なくとも私がまだ日本にいた頃、つまり2010年頃までは、私の経験上なんですけども、私は有給なんて1回も取得したことはなかったんですね。で、有給を取得というか、もうそんなレベルじゃなくて、有給って何それ美味しいのとかですね、有給ってリヴァイアさんみたいな伝説上の生き物でしょっていうぐらい、もうそれほど有給とは疎遠な、状態でした。ただ日本でもその一流企業に勤めている方からするとね、私のような有給取れないような会社に勤めてる人間にはですね、有給取れないのってお前が無能でブラック企業に就職したのが悪いんだろうとかですね、甘えんなと、みんな頑張ってんだぞ、休みなんか取るなというふうに言われる方もいらっしゃるかもしれません。ここで私が海外で経験したことをお話ししたいと思います。2010年の9月頃ですね、日本国内で残り少なくなったパイの奪い合い、国民総参加の椅子取りゲームに敗れまして、日本を追い出されることになった私はですね、何を思ったのかオーストラリアのシドニーに語学留学を行って、そこで吸ったもんだたくさんありまして、それこそ何度か棺桶に片足突っ込んだ状態でですね、それでも英語の勉強を続けまして、翌2011年の3月頃にシンガポールで仕事を見つけて勤務を始めました。でその会社なんですけども、ヨーロッパの会社で俗に言うその外資系ですね。こういった会社では通常新人は入社してから1ヶ月間の研修がありまして、そしてその後3ヶ月間、これ使用期間がありまして、英語で言うとプロベーションピリオドっていうのがあるんですけれども、その期間っていうのは、有給を使う権利っていうのがないんですね。で使用期間が終わって、つまり私が初めてその会社に出社した日から数えてですね、4ヶ月後に新人はようやくその有給が使えるようになります。で多少の差はあるかと思うんですけども、シンガポールでは大体どの会社もそんな感じで動いてます。でその後は年間で約15日間ぐらい有給っていうのが取れるようになりまして、これにシンガポールのその祝日と土日の組み合わせ、これを利用してみんな年に何度か海外旅行をしてリフレッシュして帰ってくるっていう感じですね。で話を戻しますと、そうやって私が入社して半年後ぐらいに、いい具合に私の有給も溜まってきたところで、もうその時私はそのローカルの女性と結婚してたんですけども、その嫁さんと生まれたばかりの6ヶ月の息子とですね、3人でタイに旅行しようということになりまして、でその会社のシステムを通じて生まれて初めて、30歳を超えて生まれて初めて有給の申請を行いました。もちろんシンガポールに来る前から、海外だとね、その有給っていうのは普通に使えるっていうことは知ってたし、だからこそ私は海外で生活したいってずっと思ってたんですけど、いざシステムで実際に有給の予約を取ると、その自分の申請が会社のシステムに反映されてですね、その私のスケジュール、この期間がですね、赤色で表示されて、AL、つまりアニュアルリーブっていう風に表示されまして、でそれを見て、なんかちょっとあれ本当に俺休んでいいんだよな的なね。言うなればその小学校の遠足当日ですよね。リュック背負って、ランドセルじゃなくて普段とは違ってリュック背負って学校に行くけど、今日本当に遠足なのかな的なね、ちょっとキョロキョロ自分と同じくリュック背負ったやつを通学路で探しちゃうみたいなね、そんな、子供の頃のちょっと不安な思いを、思い起こさせましたね。
でそれからその自分の有給を申請した後に、何週間か経過しまして、いよいよ旅行当日になりまして、その前日に用意した荷物をこう担いでですね、空港に行くんですよね。で、まだその空港に向かう電車内では、私のテンションもこうやや高い程度だったんですけども、だけど空港に着いて、そのタイってシンガポールと近いから、確かね、新設されたターミナル3っていうね、バジェットエアラインの搭乗口に行って、そこのターミナルについてこう飛行機を実際に目の前にしてからもう私のテンションマックスなんですよね。で、こう自然とこう涙が止まらない感覚に襲われまして、ああ、これが有給なんだと。で、これからは定期的に年に何度かこうして有給取って家族との時間を過ごせるんだとかですね。南国のビーチで定期的にお休みしていいんだと。で、そして何よりこうシンガポールってこの国俺のこと人間としてこう扱ってくれるんだっていうね、なんだろうね、こう漫画とかで言うとさ、無知でこう毎日叩かれてこう強制労働させられてた奴隷の少年がですね、ある日意を決して監獄から命からがら脱出してですね、たまたま拾われた優しい貴族のおっさんにですね、美味しいスープをごちそうになって、初めてこう人の優しさに触れて涙が止まらないみたいな、そんな感覚です。だから私友太郎35歳おっさん当時ターミナル3で大号泣ですよ。でこれは実際にブラック企業しか労働経験がない私のような人間からすると本当に晴天の霹靂でございました。でその有給で行ったプーケットとバンコクもそれがすごいのなんのっていうかもうマジ最高でしたね。特にプーケットの島、こんな美しい世界が外に広がってるのかと。でその後行ったバンコクのカオサンロード、こんな楽しい場所があるのかと。その日本の労働者はずっとそのブラック企業と家のこの往復、これを一生繰り返さなきゃいけないと思い込んでいるのかとね。だからその旅行楽しいと感じた反面、今まで私はこう騙されてたんだな、他の日本人も騙されてるんだなっていう気持ちを強く感じたのをね、覚えてます。でその会社に勤めていた、他の同僚たち、もちろん全員私のようにですね有給を使ってみんな休暇をエンジョイしてましたし、言うまでもないですけども全員与えられた有給はきっちり使い切ってました。日本のように有給使うことによって白い目で見られたりですね、なんか嫌味を言われたり出世コースから外れるなんていうことは一切ございません。で今は日本も変わってるんでしょうかね。だといいんですけれども。はい、次、海外の会社で働いた時にびっくりしたことがもう1点ございまして、これも似たようなことで非常にベタなんですけども、仕事は定時で完了。この話に出てきている、私が働いていた外資系の企業でですね、私の直属の上司っていうのはシンガポール人だったんですけども、さらに上の上司でフロアマネージャーっていうのがいまして、その人は南アフリカ人でした。で、名前は仮にここではベンとしましょうか。で私が出社して仕事を始めて、私のその座席でですねパソコンをカタ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 やりながら働いてますよね。でその横で、ベンがやってきて、彼の自分のラップトップを開いて彼の仕事をし始めるんですね。初めは彼ね、ベンはフロアマネージャーだから私も隣で仕事し始めるからびっくりしたんですよ。だけど時々本当に気さくに話しかけてくれて、仕事は慣れたかとか、わからないことがあったらシンガポリアンのねマネージャーに何でも聞けとかですね、今度日本に行ったらハバネロ、お菓子ですよね、箱で買ってきてくれとかですね、電話弾むぞとかですね、そういうことを話しかけてくれて、すごく気さくな人でいい意味でびっくりしました。で私の勤務時間は9時から夕方の18時で夕方のね、5時45分ぐらいになると、ベンはおもむろに自分のバッグに荷物を片付け始めまして、コーヒー飲んで、腕組んで、時折天井を見つめ出すんですね。で、仕事の合間の休憩なのかなと思いきや、それから15分経って就業時間終了の6時になると、もう0.3秒ぐらいの速さで、彼の机の上に置いてあったラップトップ、それでですね、会社のシステムからログアウトして、PC バチンと閉じて、もうリュックにガーッ詰め込んで、
で、何を言うかと思えば、もうここ See you tomorrow って爽やかな笑顔を振りまいてですよ、小走りで去っていくんですよ。で、あれ多分ね、あのスピードはもう佐々木小次郎の居合切りより速かったと思います。で、それね、特定の日だけじゃなくて、もう毎日なんですよ。ただ、フロアマネージャーがそれだからね、下っ端である日本人の私もそれに倣って、毎日普通に定時で上がれて、それは本当に嬉しかったですね。で、定時に上がるとどうなるかっていうと、その会社のビルから出ますよね、帰るから。で、シンガポールって常に常夏だから、日本の日の入りとかよりも常にちょっと遅いんですよ。日本の夏ぐらいなんですかね、日の入りは。だから6時だから、まだ夕方だから、外が明るいんですよ。その暮れなずむ夕日の暖かな光に包まれて、ああ、まだこんなに明るいのに、この後は俺の自由時間なんだみたいなね。っていうことで、日本で私、毎月100時間近いこの旅残を強いられてきたんですよね、私は。だからまた会社の入り口で、チャンギのさっき話した第3ターミナルのようにですね、感涙の涙、で感動しすぎてほぼ失禁脱粉状態でした。ですからその会社から家、その時の通勤時間って大体40分ぐらいだったんですけど、帰宅して7時ですよね。で、家に帰ってご飯食べて7時30分で、その後、まだその小さい息子をですね、近所の公園に連れてって1時間一緒に遊んで、で、家に帰ってお風呂に入れてあげて、本読んであげて、10時ぐらいに寝かしつけて、その後の、私が寝るまで2時間ぐらいあったんで、奥さんと話したり、英語の勉強を続けて、それから寝るっていうね、その人間らしい生活ができました。で、日本でブラック企業に勤めていた時じゃもう考えられないような生活ですよね。というわけで、私が海外の会社で働いてびっくりしたことをベタですが2つご紹介いたしました。おそらく日本という国の労働環境はこれから先も大して変わることはないと思うし、さらにどんどん悪くなっていくんじゃないかなと予想もしてます。で、こんなことを言ったら怒る人もいるかもしれないんですけども、皆さんね、もうあえて言わせていただきますけども、仕事なんてクソなんですよ。8時間働いてそれに見合った給料をもらうだけの作業ですから、だからどうしてもこの動画見てる人でね、今の日本に馴染めないという方、もしくはもう日本自体は好きなんだけど、日本で働くのはもう限界ですっていうふうに思っている方は、この動画を機に賢明な判断をしていただければと思います。ただ一つ言っておきますが、これ経験しますと、外資系で海外で働きますと、もうあなた日本には戻れなくなりますよ。